オズ 00MS トールギスは新機動戦機ガンダムウィングおよびその派生作品に登場するモビルスーツで、作中における全てのモビルスーツの原型となった機体です。ガンダムにも匹敵する性能を誇りますが、パイロットへの影響を一切考えず性能を追求しているため、人体に大きな負担を強いる欠陥を抱えています。しかしその基礎設計の優秀さから、本機をベースにアフターコロニーにおける標準機利用や数多くの機体が開発されていきました。今回はそんなトールギスの系譜について解説させていただきます。まず、もともとガンダムウィングの作中におけるモビルスーツとは、建設及び工業労働用有腕式拡充型宇宙服を指す言葉であり、宇宙ステーションやコロニー建造のための大型マニピュレーター装置でしかありませんでした。そのためアフターコロニー145年頃に使用されていたものは、繊細な操縦性と頑丈さは確立されていたものの、戦闘に使用できるほどの性能ではありませんでした。しかしアフターコロニー170年代に入り、オズが軍需産業への参入を始めると同時に、戦闘用モビルスーツの開発が始まります。こうして後にガンダムを開発する5人の技術者と推進機技術の権威であったマイク・ハワードによって開発されたのがトールギスです。本機はモビルスーツの原点として兵器としての可能性を極限まで追求するために、1機で数千の敵を相手にできる決戦兵器として開発されています。そのため機動力、戦闘力、耐久性ともに後発のモビルスーツ群を凌駕する性能を誇っていました。まず装甲にはチタニウム合金を採用しているため、耐久性が非常に高く、超高速で建物に突入しても目立った損傷は見られないほどです。そして重装甲と高機動性を両立するために、バックパックには大気圏内の飛行も可能とするスーパーバーニアを備えています。これによりトールギスはモビルスーツというよりも機動性を持った移動要塞と呼べるほどの機体として完成しました。しかし機動性と装甲を両立させた結果、後の利用が 16.2 メートルなのに対し、トールギスは 17.4 メートルと、機体サイズは後発のモビルスーツより一回り大型化しています。さらにバーニアをフルスロットルで使用した場合、最大加速は 15G 以上という殺人的なレベルとなっています。現実だと特殊な条件下で一時的に耐えられても 12G ほどとされていることを考慮すると、いかに常人では扱えない機体なのかがわかるのではないでしょうか。こうして高すぎる限界性能を持つ機体として完成したトールギスですが、ガンダム開発者たちが組織への協力を拒み、行方をくらましたことから、数機分の予備パーツと試作された1機のみを残し、トールギスの開発は中止されました。そして人間にも扱える機体としてトールギスをデチューンした量産機リオが開発されていくことになります。そのためトールギスはリオのベースとなったことからプロトタイプリオとも呼ばれます。ちなみに行方をくらましたガンダム開発者たちは、トールギス以上の基礎性能を持たせた機体としてウィングゼロを開発し、人間には扱えないという欠点を克服するべくゼロシステムを採用するという方向へ向かいました。そんなトールギスの武装としては、まず機体の全高を超える大型のビーム砲ドーバーガンがあります。本来は両手持ちの武装ですが、右肩に固定することで右手のみでの保持が可能です。命中精度向上のため旧式のマズルブレーキを採用していることから、見た目には古めかしさがあるものの、その威力は一撃で複数のモビルスーツを撃墜できるほどで、ガンダムやビルゴンにも有効打を与えられます。なお実弾兵装なのかビーム兵装なのかはっきりしておらず、漫画敗者たちの栄光ではウィングガンダムのダスターライフルと相殺するビーム兵器、 G ジェネレーション F では実弾兵器、 G ジェネレーションオーバーワールドではビーム兵器、エクストリーム VS シリーズでは実弾とビーム両方を射出するなど扱いが分かれる兵装です。左肩には固定式シールドを持ち、シールド内にビームサーベルを装備。またオプション兵装としてはアニメ38話でのみ使用したミサイルポッドもあります。他には前期オープニングでのみ左腕に装備されたライフルがあり、ロボット魂で商品化された際には幻のライフルと紹介されています。テレビ版の劇中では頭部が胴体から外れた未完成のまま20年近くコルシカ基地に放置されていましたが、オズのワーカー特使が発見し、ガンダムに対抗できるモビルスーツを探していたゼクスマーキスの愛機としてレストアされることになります。当初は扱いが難しいジャジャ馬で
テストパイロットであるオットー・トクイがテストで重傷を負った上に、ゼクスも最初の出撃では乗りこなせず負傷していました。それでも何度も登場するうちに、ゼクスは本機の殺人的な加速を克服し、ガンダム相手に互角に戦えるようになっていきます。ゼクスがトレーズと決別してオズに追われるようになってからは、オズの大部隊相手に大立ち回りを見せるなど、本来の数千の敵を一機で相手にするというコンセプトを体現する活躍をしていました。そして主戦場を宇宙に移してからもモビルドールを圧倒し続けますが、ゼクスの反応速度の成長にトールギスがついていけなくなるという問題も発生。そんな中、モビルドール部隊との交戦中に放棄され漂流していたウィングゼロを発見。ゼクスはウィングゼロに乗り換え、アイキ・トールギスはモビルドールを巻き込んで自爆しました。こうしてアフターコロニーの戦闘兵器の礎となった機体トールギスですが、アフターコロニー195年以前にはもう一つトールギスシロンという機体が存在します。本機は漫画エピソード0や小説版エンドレスワルツで登場していた機体ですが、シロンという名称は敗者たちの栄光が初出となっています。本機は両シオンがシェンロンガンダムと同時期に開発した機体です。エピソード0ではゼクス機と同じデザインでしたが、敗者たちの栄光でデザインが変更されました。頭部が利用タイプになり、カラーリングが濃紺という点以外、オリジナル機と違いはありませんが、指針と呼ばれる装備が施されています。これはスザクと呼ばれる背部の高出力スラスター、略コと呼ばれる実体剣、玄武と呼ばれる円形シールド、ソウリュウと呼ばれるビームグレイブの4つを指します。作中では A0206 コロニーに住むロン一族の守り手となるモビルスーツとして製造されましたが、ロン一族の中には本機を操れる者がいなかったため、本機の登場者としてチャン一族屈指の戦士だったチャン・ウーフェイがロン・メイランの婿としてロン一族へとついてきました。しかしコロニーが襲撃され、ロン・メイランがコロニーを守るため本機に登場するものの、殺人的な G に体が耐えられず重傷を負い死亡しています。テレビ本編でゼクスが登場したトールギスは、漫画敗者たちの栄光に合わせてトールギスエンドレスワルツ版として新たにデザインが描き起こされました。アニメ版ではスーパーバーニアが両肩に直接取り付けていたのに対し、アームを介した接続方法へと変更されました。ちなみにファンからは、殺人的出力のバーニアを細いアームでつないで強度は大丈夫なのかと言われることもありますが、ガンダムウィング界のモビルスーツには登場者によって強度が変化するエレガント装甲というネタが存在するほどなので、細かいことは気にしてはいけなさそうです。またバーニアの色が白色になり、各部に黄色のアクセントが加えられるなど細かな変更が見られます。なお漫画作中ではアフターコロニー183年頃、トールギス開発中のハワードと若き日のトレーズがやり取りする様子が描かれており、戦場に必要なのはたった一人の英雄というコンセプトを体現する本機の在り方に感激するシーンが見られます。なお当時はリオのような色だったようですが、トレーズからエレガントな色にと進言されたことで現在の配色に変更されたようです。そんなトールギスエンドレスワルツ版は基本的にテレビ版と同じ流れで活躍しますが、新たな武装も登場しました。まずヒートランステンペストです。肩のアタッチメントに装備されており、ガンクリップを追加することで手持ち武器としても携行可能な装備となっています。非常に高い貫通性能を持った兵装で、トールギスの機動力を生かした一撃離脱戦法を強化するための武装となっています。なお先端部からエネルギーを放出することでビーム兵器を搭載することも可能です。また南極基地からの撤退の際には刃と塚が一体となったヒートハルバートが登場しています。作中における活躍は南極基地までは原作とほぼ同じですが、宇宙に上がってからはトールギスフリューゲルに改修されました。本機はピースミリオンと合流した後にトールギスを宇宙用に改良した形態です。背部のスラスターユニットを4枚のウィングバインダーに変更することで宇宙における高い機動力を確保しており、持ち前の一撃離脱戦法にもさらに磨きがかかっています。しかし分解状態のままコルシカの海風に20年以上さらされていたことから駆動パーツが疲労しており、完全なレストアにはかなりの時間を要する状況に陥ってしまいました。それでもゼクスはトールギスにこだわっていましたが、何度もサンクキングダム崩壊のビジョンを見たことでこだわりを捨て戦い抜くことを優先。
そして、トールニスフリューゲルのウィングバインダーを含めた各パーツは、プロトゼロの修復へと流用され、役目を終えたトールニスはピースミリオン内に封印されました。こうしてゼクスは、完成したウィングゼロエンドレスワルツ版に登場していくことになります。なお、ピースミリオンに残されたトールニスはどうなったか不明ですが、ピースミリオンが最終決戦で消滅しているので、トールニスもカと運命を共にしているのかもしれません。こうして失われたトールニスですが、トレーズは予備パーツから2機のトールニスを作り上げました。それがトールニス2とトールニス3です。まず、OZ00MS にトールニス2は、トレーズがホワイトファングとの決戦機として登場しました。なお、テレビ本編内では、トールニスの予備パーツは、ウィングガンダムの修復に使い切っているはずなので、どこからパーツを調達したのかは不明でした。しかし、敗者たちの栄光では、トールニス初登場時点で、トレーズがトールニス2、トールニス3の設計図を見る場面が存在するため、トレーズは独自ルートでトールニスの予備パーツを集めていたようです。トールニス2の頭部は、よりガンダムフェイスに近い形状になり、配色も変更されましたが、基本的にはトールニスと同じとされています。作中では、ホワイトファングとの決戦に合わせて投入され、数々のモビルドールを撃墜。最終的に、ウーフェイのアルトロンガンダムに敗北し、撃破されました。武装はトールニスと同じですが、敗者たちの栄光では、長期戦を見越してのエネルギーの消費が少ないヒートサーベルを装備しています。また、アニメ企画段階では、ゼクス機と配色違いのブラックトールニスが検討されていたようで、時田光一氏による漫画版ではこちらが登場しています。次に、OZ00MS に B、トールニス3についてです。トレーズは、トールニス2と同時に、トールニス3の開発を進めており、小説版エンドレスワルツでは、決闘用モビルスーツとして、トレーズがゼクスに用意していた機体とされています。つまり、テレビ版の終盤で、ゼクスがトレーズと対峙した時にエピオンを所有していなければ、トレーズは、ゼクスにトールニス3を渡していたということになります。しかし、本機はトールニス2と異なり、ガンダムエピオンの一部の性能を加える調整がなされた結果、専用武装のメガキャノンとヒートロッド格納式のシールドの開発が間に合わず、終戦を迎えてお蔵入りになりました。終戦後はプリベンターによって保管されていましたが、マリーメイヤ軍の反乱鎮圧のため日の目を見ることになります。こういった開発経緯から元のトールニスよりも性能が大きく向上しています。またコックピットのインターフェースにはエピオンシステムの前身となるシステムが組み込まれているため、攻撃力や機動力を極限まで引き出すことが可能とされています。そのため小説版エンドレスワルツでは、ゼクスがリミッターを外した際、こいつはエピオンより穴馬だと称するほどの加速力を見せています。武装面ではドーバーガンの代わりにバイエイトの技術をフィードバックして開発したメガキャノンを装備。ウィングゼロのツインバスターライフルに迫る威力を発揮します。左腕にはエピオンと同型のヒートロッドを内蔵したシールドを装備。エピオンのヒートロッドを強化した発展型とされていて、シールド内への伸縮機能を持ちます。どうやったらこの小さなシールドにこの長いヒートロッドを格納できるのか謎ですが、本作にはナタクのドラゴンハングのように無限に伸びる伸縮機構も存在するので、深く考えてはいけないプラモ泣かせの兵装です。またトールニスなどと同じくシールド裏にビームサーベルを搭載していますが、こちらはガンダムのものと同等の性能に強化されました。作中では自ら火消しの風ウィンドを名乗るゼクスが特務機関プリベンターからトールニス3を託されました。そして資源衛星 MO3 を破壊し、地球降下後はブリュッセルでパイロットを殺さない戦い方を貫き、民衆の決起を促すきっかけとなりました。なおマリーメイヤの反乱後、ゼクスは火星へと渡りますが、トールニス3がどうなったのかは不明です。そして時はマーズセンチュリー。フローズンティアドロップではトールニスヘブンが登場しました。デザインが未だ明かされていない機体ですが、本機はトールニス2の部品をゼクスが回収し、最新技術も盛り込みながら改良した機体とされており、本編の戦いの4年前であるマーズセンチュリー WO18 に建造されました。内装はかつてのトールニスと同型のようで、息子のミルピースクラフトからまるで骨董品と称されています。また天使の翼を広げた白いモビルスーツと言及されていることから、トールニスフリューゲルのようにウィングバインダーを装着した機体と思われます。
特徴としては、エナジーリングが機体周囲を巡っています。かつて、トレーズが、モビルドールを一掃させるシステムとして開発を進めていたナノディフェンサーを搭載しているので、モビルドールのような無人機のシステムをダウンさせることができるほか、敵機を一瞬で切り裂くことも可能です。イメージ的には、マイティストライクフリーダムが周囲にまとう金色のナノ粒子といった感じでしょうか。作中では、ゼクスが登場しているほか、ゼクスが負傷してからはミルが登場しています。父親が登場した機体だけあってか、その乗り心地や旧式のインターフェースも気に入っているようです。また、ミルが敗走してからは、記憶を失ってもなお戦おうとするヒーローが登場し、ワーロックの回収に一役買っています。ということで以上、トールギスの系譜でした。ガンダムウィング30周年 PV では、トールギスヘブンのデザインは明かされませんでしたが、フローズンティアドロップの機体デザインが明かされる日が来てほしいですね。皆様の好きなトールギスもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。